にちは。今回はゼロから始める異世界生活第55話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。スバル一人じゃ幹部には勝てねえ。敵側強すぎだろ。もうあちこちでいろいろ起きすぎだな。今までは大体がスバルの目が届く範囲で起きてたからなんとか対処できてたけど、これでも股間エロい。こういう時もそんなとこばっか見てるのか。普通見るやろ。股間だけ包帯の巻き方違うなとか思うよね。普通シャマルカ聞くと枯れ木が鳴ってないだろ。重要だから仕方ない。性教育が足りてない。満点の答えや。かまととぶりやがって。ショマルすら知らないとか。キスで子供できるってぐらいピュアだもんな。石田いいこと言った。石田キモい。石田気持ち悪い。この石田ほんと気持ち悪いな。番号はどうやって決めてんだ。番号ってまさか序列かな。ショマル性は心が大事。わかる。スバルは常人離れした体力だな。ダメ絶対音感があれば見破れたもの。スバル弱すぎん。まあそういうコンセプトだし、手荒れで死なない時点で普通の人間の範疇超えてそう。すぐ死なないだけむしろ強くなっている。カルスくん丈夫になったな。青ちゃんノリノリだな。もっと色欲感をマシマシにしてくれ。服の造形が雑なのは想像したもんだからなのかな。煽り系が時間かけて勝ち続ける展開はきついわ。どんな作りの街やねん。大魔女のための仕掛けとか作りだからこれはこれでまあ良いんだろう。問題なのはそんな作りのところにそのまま町作って今日構える住人たちよ。簡単に沈みすぎやろ。スバルこれは無理かな。その出血で水中はやばいな。スバルも死んでるだろう。この状況でまだ戻らないのか。スバル今回はなかなか死なない。スバルよく生きてんな。これセーブポイントだいぶ進んじゃってるんじゃないのか。これでもまだセーブポイントじゃないのか。味方軍団が集まったと思ったら敵も集まってピンチやん。おっぱいおっぱいふみふみ。おっぱいおっぱい。なんでおっぱい避けて踏んでるんだよ。おっぱいゆみふみ。写真集出すくらいだしな。無知の扱いがもうプロ級になってる。修行の成果なんだろうか。グリーンだって人に2と3期の間に仕込まれたらしい。わからせおじさんには勝てなさそうなメスガキですね。これは良いメスガキ。再生能力すごいキャラってどんなに強くてもダメージ業者多いよね。魔人ヌーとか。シャニクサイちゃん。有機葵は色欲担当。この世の全ての生物になれる能力か。それは色欲じゃなくて嫉妬の能力だろ。いいな変身能力。実況民好みの美少年になりたい。素顔はさっきの豚か。あれは肉それたんじゃね。人も変えられるのか。怠惰担当なのにやたら勤勉だったり、担当してるコンセプトと別に関連性ない集団なのかな。天皇は動かずとも殺せるものだったから。怠惰の魔女の担当なだけだから市長が怠惰である必要はまあないのでは。無色転生と違って設定が練られてないからな。無色は世界観も種族も魔法も全部設定が練られてた。基本話通じねえよなこいつら。主人公も敵サイドもそうだな。イカれてるが比較的まともな気がする。こんなムカつく葵ちゃんは初めてだ。クレマン未経験者。アガールも相当なゲスクズだったな。アホがある。ベテルギウス。こいつらに比べればだいぶマシだったな。会話してくれたからな。本当にそうだろうか。ヒンメルなら迷わず切っていた。ひどい精神攻撃。こいつとクラーに似たいやな。7つの大罪モチーフにしたキャラの色欲担当の見た目がエチエチだったら、暴食担当は料理の鉄人じゃないといかんと思うの。これはもう無理だな。どっかで死に戻りそうな展開だけど、どこに戻るんだこれ。足がちぎれて死んだアニメキャラはいない。竜の血をもらって化け物になるみたいな。これで耐えられちゃったら罪。戻りそうでなかなか戻らないな。味方陣営で一番強いやつが一番くだらないやつに足止めされてる。こっちサイドの情報はスバル知らんけどどうなるんだろうか。
凛で頭殴っても割れんぞ。オットー生きてた。夫を死んでなかったか。おっと地味にいい仕事するな。これ来週からやり直しかな。どっからだ。この出血で水の中入ったら失血多量で死ぬんじゃね。これ死に戻った方が良くない。今回はスバル頑丈だな。日夜冷めてるなら水ポチャは生存フラグ。常識だよね。もうスバル死んで戻った方がいいだろう。片足のままセーブポイント更新するのか。血流仕込まれた姫様が灰じゃなくて竜に変えられたってこと。リゼロのくせにオープニングもエンディングも流れるけうな回。このクールは食に余裕あるんじゃない。これまでオープニングエンディングカットしまくりでレコード会社に怒られたかな。それにしても滞在司教1期までは松岡くんしかいなかったのに3期で一気に出てきたな。まるで仮面ライダーストロンガー後半のデルザー軍団みたいだ。ウォルカムの目。2期で2人出てる。今までと違ってスバル以外のところでもいろいろ進行してるから死に戻ってもどう解決するのか。まだ死に戻らない感じ。どういうこと？結婚式じゃますんなって言ってんの？滞在司教同士ってお互いの目的の妨げにならないならほぼ味方なんだろう。石田からのリクエストじゃないかな。滞在同士で殺し合わせる以外勝ち目ないで。こんな吉毛どもがよく連合を組めたもんだ。協調性は皆無だけどみんな福音書っていうや原書に書いてあることを忠実にこなしてるだけ。一つも攻略法が見つからんが何話かけて解決する気なんや。3期は前半後半で8話ずつ。なんか中途半端な話数だね。 Y は絶望感ある状況の方が燃えるからリゼロ3期くっそ楽しいわ。スバルがダメージ負ったまま進むとここでセーブされたらどうすんねんって緊張感あるな。石田と近家も喧嘩してたし、滞在司教同士は仲が悪いのか。フンドとタイダは一方的だからブラブ。一方的なのをラブラブとは言わないのでは。シリウスと石田以外の2人はラインハルト短期でどうにかならない。色欲も変化させられた人質が戻せないならラインハルトで倒してもダメじゃない。ゼロから始める異世界生活サードシーズン襲撃編全8話反撃編全8話。今回5話だからタイトル的にまだ3話は劣勢なんだろうか。襲撃編最後で死に戻るんかな。そもそもまた3期1話みたいに枠拡大する可能性ないの。残りすべて30分枠。2話3話は死に戻りまくりだなって思ってたら今は全然死なないな。滞在司教の手の内を大体見てから戻るのかな。死に戻るにしても今までの1時間半またやり直すとなるとうんざりするな。こいつはラインハルト短期なら勝てそう。登場人物が多すぎてどっちらかっとるわ。登場人物が多いからといってついていけなくなると思ったか。ラインハルトが来れば勝ち確って聞いたけど、もうそんな状況でもないような。ラインハルトは世界の全てを同時に相手しても勝てる最強なので戦えば勝ち確。ただし決着がつくまでに生じる被害は考慮しないものとする。ラインハルトはそんなに強くないよ。ただカゴを1杯持ってるだけだよ。このキャラ数で変身能力持ちが敵なんて味方同士で疑心暗鬼になる展開になりかねないけど敵が戦闘力高い上に強靭なのでそんな心配はないという。スバルが死に戻りした後も元いた世界は続いていくんだっけ。結局明らかになってないね。エキドナの試練のはそうだったらこうなってるよってだけのやつ。ラインハルトがシリウス殺した後周り見て青ざめてたからスバルが死んで世界ごと巻き戻ってるわけではなさそう。死んだ少し後で巻き戻るのかもしれんけど。なんだこの絶望のオンパレードは。1タイタならこの困難を乗り切るだけの力があるのに、これだけ滞在司教がいると生きた心地がしないよ。こんなに体感時間が短くバトルしたいだと気の利いた言葉が出てこない。スバルはどうなるんだ。滞在司教を暴れ。レグルスは世界で一番気持ち悪い将中だったしカペラは身の毛もよだつほどの残虐性だったな。他の局面が平和に感じるくらいカペラとのやりとりがぶっ飛んでたしそれぞれのキャスト陣の熱演が圧倒的すぎる。滞在司教たちがイカれすぎて怖い。色欲担当カペラなんて
ちっこい上に葵ちゃんなのに全然可愛くねえ。てかあのドラゴンは一体。スバルたちを助けたようにも見えたけどどういうこった。とりあえずラインハルトは早く戦線復帰してくれ。あのハエすべて元は人間。色欲のやつめ、なかなかえぐいことしやがる。おまけに水の都が水没状態に、絶望の濁流がスバルたちを飲み込んでゆく。この状況をどう打破してゆくべきか。あまりにも敵が多すぎる。レグルスの表情芝居がアングルもあり気持ち悪さがより際立つ。アバンから徹底して滞在司教それぞれの悪辣な部分をアップと広めのアングルの使い分けや、窓の内側にいるエミリや窓をぶち破るスバル、依然閉じ込められている演出も加え、魅力的に絶望が描かれる様が圧倒的。3期はマジで面白いですね。スバルくん、これはまた死んじゃうよって状況なのに死なないんですか。片足ちょん切れちゃってるんですけどね。死んだ方が楽ですよ。あれ、本当に続きが気になります。今のところ勝ち筋全くないんですけど、どうするの。各所で目が離せない展開が続いてて、息吐くいとままないとはまさにこのこと。ずっとクライマックスみたいなテンションが続いてる。あと今期のリゼロは無駄に何度も死に戻らなくて、見ててストレスがたまらないのが良きなのです。リゼロのアニメって最初から最後まで波がなく、本当に楽しめる。終わったら、もう終わり、みたいな感じに毎回なる。今週は特に、早く終わった感じがした。スバルの足もげてたんだけど、クルシュも竜の血浴びてやばいことになったし。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。